了。新庄くんだよ。今回は、3月25日の調整で大幅に強化された竜の技、入り身についての動画だよ。まあ新庄くん、4月からめっちゃ FF7 リメイクしてたから、この動画出すの遅くなっちゃってごめんね。でも、新庄くん、強化された入り身を使ったセットプレイをちゃんと見つけといたし、紹介するから許してね。今回の調整は、スト 5J から内側エディションって呼ばれてるよ。なんでかっていうと、調整内容に攻撃判定を内側に拡大っていう表現がめっちゃ使われてるからだよ。攻撃判定って前に出るっぽいイメージがあるのに、内側に拡大ってわかりにくいよね。さて、入り身って、要するに当て身技なんだけど、相手の技取らずにヒットさせても、相手の技取ってヒットさせても、相手がめっちゃ吹っ飛んで遠くに行っちゃうから、置き攻めに繋げられなかったんだよね。それで、新庄くんも、なんか良くない技だなって思って、それについて動画出したことも、あるよ。でも、今回のバージョンは、相手の技取る取らない両方の場合で、相手が後ろ受け身取ってたとしても置き攻めができるようになってるよ。あと、入り身はガードされるとマイナス4だよ。ということは、相手が4フレより速い技で反撃してくると食らっちゃう。でもね、今回の調整でトリガーキャンセルが効くようになったから、ガードされてても攻め継続ができるよ。入り身、ガードされてトリガーキャンセルしたら、なんと、プラス10もあるよ。もちろん、ヒットガード両方トリガーキャンセル対応だよ。入り身が当たったら、昇竜とか、竜巻とか、通常攻撃とか、何でも入るよ。ただ、竜使いの間ではプラス10もいらないよ。って言われてて、なんでかっていうと、例えばプラス3とかならそこから打撃と投げの卓に行けるけど、プラス10もあると逆に投げが使っちゃうんだよね。ちょっと残念だよ。次は、相手の技をちゃんと取って、入り身1段目だけヒットさせた時の話をするよ。入り身って実は、今回含めて2回強化されてるよ。例えば、ダルシムのこの蹴りに対してなんだけど、最初は見えたっていうこのモーションが使ってたよ。1回目の強化では見えたが当たるようになったよ。でも次何も当たらなかったよ。今回の調整でこんな風に見えたがカス当たりした後、ウォーヤー、空振りモーション後、昇竜拳が当たるようになったよ。次は入り身フルヒットの場合の話をするよ。1段目2段目しっかり当てて。まあ、当てても何もないんだけど、トリガーキャンセルができるから、その後何でも入るよ。昇竜拳も入るし。速攻でもいいし。竜巻でもいいよ。大足も入るよ。とにかくトリガーキャンセルできるのが強いよ。さて、ここから新庄くんが考えたセットプレイ、通称、新庄くん式の説明をするよ。入り身当ててトリガーキャンセルした後って、まあ、弱竜巻当てて置き攻めするっていうのがいいよ。でも、新庄くん式は、入り身、トリガーキャンセル、EX 波動最大ため、ステップで近づいてコンボっていうネタを使うよ。入り身ヒット後、相手がその場受け身してたら起き上がりに EX 波動が重なるよ。
後ろ受けにしてても起き上がりに EX 波動が重なるよ。嫌がって波動を飛ぶとジャンプ移行中に EX 波動がヒットするよ。ということは、起き上がりにどっちの受け身を取っててもガーフになるんだよね。で、相手が受け身を取っていない場合は前捨てすると置き攻めできるよ。バクアドだよ。名付けて、新庄君式。ただ、新庄君式のデメリットは、無敵昇竜を近距離で出されたら食らっちゃうってとこかな。次に、入り身ヒットからのおすすめコンボを紹介するよ。画面中央はさっき教えた新庄君式がおすすめだよ。それか、トリガーキャンセルからの弱竜巻で拾って置き攻めするのがいいよ。画面端は、トリガーキャンセルしてダブル昇竜とか、かかと落としダブル昇竜かな。これが一番ダメージ高いと思うよ。ちなみにそこから CA 使ってもいいしね。裏回りしたい人は、チューピーで拾って裏回りできるよ。手元だよ。画面中央は入り身、トリガーキャンセル、EX 波動最大ため、ステップで近づいてコンボ。入り身、トリガーキャンセル、竜巻、からの置き攻め。画面端は、トリガーキャンセルしてダブル昇竜。それか、トリガーキャンセルしてかかと落としダブル昇竜。CA に繋いでもいいよ。トリガーキャンセルからのチューピーで拾って裏回りタクも強いよ。みんなもやってみてね。さて、入り身が救われたかどうかなんだけど、結論から言うと、まあ、入り身は救われたよ。でも、技として強いかっていうと、新庄くんはそれでもあんまり使わないかなって感じ。まあ、これからもなんとなく楽しくやっていくよ。またねー。